ワールド漫画先輩ヒヤー来たよ。今日も来た。さあ今回は何をやるのかな。ジョシュア君のリクエストで、ジョシュア君のリクエストがあったわけだな。よーし、どんなリクエストなんだね。言ってみるんだ、ジョシュア。ボーイの書きボーイの方が知りたいんですだね。メイキングボーイですよ。で、プレーンなボーイが描きたいのだと、今聞いたのは、意外と海外では日本の漫画のプレーンな少年ボーイを描く方法がそんなにないのだと。How to boy ですよ。How to make boy、メイキングボーイですよね。萌えガールの描き方はあるけれども、男子はないのだと。それを教えてくれと。よーし任しとけ。なぜなら漫画先輩は割と作風的にボーイが主人公な人は結構多かった。主人公メインキャラクターので、なんでその書き方がメイキングがないのかというと、ファイナッシングかというと、多分みんなこれ手癖で書いてるんだな。手癖。ジャパニーズ漫画家はそこら辺がもうプレーンすぎて慣れで手癖で書いてるよね。癖なんだろう、ルーチン違うなきっとで書いてしまっているので、実際その方法がウェイがわからないのではないかというですね気がしていて、よし、じゃあそこら辺もちょっと僕も確認しながらやってみるよ。じゃあ液体がこちらだ。さあまずね、これが何かというとクリップスタジオであるということ。そしてこれはシンティック 13HD。 私はですね、まあ基本ノーマル、完全今ノーマル設定、ノーマリングセッティングでございます。一個だけ環境設定から消しゴム、この右これだけ人差し指ボタン、人差し指はなんていうのかな、多分全然ヒューマンとかじゃないんだろうなをイレイサーにしてる。だからイレイサーにするとイレイサーになるよっていうね。これ結構便利。まあなんかいろいろね割り当てるっていうのは結構いろいろ人それぞれ使いやすいやつでいいんじゃないかなと思ってます。さあじゃあ G ペンで今ここで水色のねボタンを押して下書きモードにしてあります。ドラフティングモード。さあじゃあプレーンなボーイを書くぞ。まず当たりかな。これぐらいに、まあじゃあもう普通に今回はもう素で立っている男の子を描こうとするよね。そうするとまあなんかじゃあこんぐらいで描いていくかみたいな当たりを入れ始めると、なんとなくこれぐらいの画面の中でこれぐらいに入ってほしいなみたいなのをね、英語忘れてた。シルエット当たりですよ。当たり、これは何かというと、まあ、こういうやつ、だいたいここら辺に来るでしょうというやつで、じゃあもうこっからどうするかだけど、こっからさらに当たりを詳しくしていくか。まあ、なんか輪郭ですよ。輪郭を入れていく。まあ、こんくらいで今回は輪郭を入れていくかみたいな。輪郭を入れる。しかしそうするとなんか当たりの位置がおかしいって思い当たりをちょっと修正するみたいなことで、そうかな、髪の毛とかもまあ書くか、それを入れるか。当たりはまあこんな感じ。じゃあ髪の毛とかもまあどんな髪型でもいいんだけど、ヘアスタイルねっていうヘアスタイルで今回はやるわけだけど、まあ、ちょっとここはもう後で詰めるとして、まずはまあ輪郭で、多分この輪郭なんだけど、ここら辺に少年のポイントがありそうな気がする。ボーイポイント、つまりあんまりここをロングフェイスにすると、縦長にするとバーチカルロンレングスワイズ幅ハイト、よし、これがロングハイトになると多分青年になっちゃうんですよ。青年ブルーボーイヤングマン、ね、になってしまうので、ボーイじゃなくなっちゃうね。のでボーイにするためにはもうそうなの。みんなここがだからそうだな、正方形ぐらいの意識なのかな。スクエア意識で、まあ、目のあたりを描く、体あたりを描く、鼻、ノーズね、唇、口、
マウス、まゆはアイライン。違う。答えを教えてください。アイブロウです。それも絶対出ないですね。出るでしょ。アイブロウ。アイブロウ。初耳ですよね。まあ女性は化粧品あるからよく出会う単語なんですね。なるほどね。でも当たりこんぐらいなんですよね。だからもうあっという間になんかできちゃうことによってポイント紹介も何もなかったっていう感じになっちゃうよね。まず目の終わりの位置ぐらい、アイあたりにここに耳のが来てとかなんだと思うんですね。でもこれってどの人でもそうなんですよきっと。ただね、これをちょっとやってみれば分かるんですけど、ポイントはここがね上に来ちゃったらどんどん青年っぽくなっていくはず。そう、これがちょっとこうでも上に来るとどんどん青年っぽくなっていくということは置いてねみたいな。わかるかな。こうするとね、どんどんこれはもう青年っぽくなっていくわけね。なのでちょっと輪郭おかしいけどわかるかな。これだとちょっと青年になっていくわけですよ、どんどん。それを戻す。リターン違う。戻る。バック。少年。出るか。カミングボーイ。ようこそ。っていう感じね、少年。ちょっと幼すぎたかな。みたいなのは結局ここで変わるんだよね。だからここをちょっと上げてあげるだけでほんのちょっとその少年の幼さが決まってくるぞ。ここのおでこ、ヘッドがを長くすれば長くするほど赤ちゃんっぽくなるよ。こんな感じで。わかる？赤ちゃんっぽいよね。っていう感じです。よし、もうあとはちょっとザクザクと襟を描くですよ。これはジャパニーズ制服ですよ。制服、コスチューム、絶対違うんだよね。惜しいけど。ジャパニーズコスチュームがあってですね。でも制服ですよね。これも制服。もうこれはもう覚えてくれ。こういう言葉があるのか。ジャパニーズには。なんか OK。意外とここなんだね。あんまり肩幅を持たせないっていうのもポイントだな。肩幅、肩。よし。ショルダー。ショルダーワイドを、まあ大体ね、頭、ヘッド2個分というよね。ヘッド2個分というが、まあジャパニーズの場合2個取っちゃうと、トゥーヘッドだと、ちょい肩幅広すぎるかもしれない。もうちょい削ってあげるぐらいでいいかもっていう感じですな。で、だからね、基本的にね、多分ね、まず女の子描くのとあんま変わんないのかもしんない。もう絵が描けるなら、ガールとセイムです。で、そんな中で、ちょっと後でこのボーイをガールにするね、そこで何が違うのかっていうのが分かればいいのかな。でもこんぐらいでもう大体もうデジタルの場合ペン入れできちゃうんだよね。デジタルの場合早めにペン入れですよ。して、かな。こうやってちょっとね位置を確かめながら。久しぶり。これでビンなんできたらどうする？お蔵入りで多分やっぱりちょっと瞳大きめ。ちなみにこれハイライトがこっち向いてるときはこっちについてた方がこっち向いてる感あるよ。それなんていうの？こっち。日本語が崩壊してるから目線の方向にハイライトがあるとそれっぽい。そういうことです。はい、素晴らしい。ナイスティップス。まあでもこれは何書いてるかというと、まぶたによってアイカバーによってこの上側が影になるんだな。上の方に
この影描く。で、あとはね、やっぱね、ジャパン漫画はね、二重にしておくとね、ぽいですよ。多分。こんな二重の描き方今多いよね。もういいのかな。眉の描き方も結構いろいろあるよな。なんか線で描く人もいれば、ちょっと厚みを描く人もいるな。ちょっとここが多分男の子のポイントなんだと思うんだけど、少しやっぱり直線を意識してあげるんだよね、女の子より。ちょっと硬めのこういうストレートラインで構成してあげるといいかもしれない。その男の子っぽさが増す。この辺とか、耳のイヤーの後ろから出てくるこういう直線、ここら辺が少しストレートラインであると男の子っぽいぞと。耳の描き方も本当人それぞれなので、全ここら辺も好きに描くといい。とかも好きな作家さんの描くといい。ね、もうなんだろう。もうこれぐらいのあたりからもいきなりペン入れですよね。ちょっと早かろうみたいな感じですな。少年の場合はやっぱりちょっと毛束感をこの束ギバまとまりだったらグループとかでいいし、グループ、そうグループ束だったらなんかバンドルとかそういう言い方なるほど。それ、バンドルで言うグループそうグループ意識で、少年間のポイントって多分だけど、これ僕だけかな、なんかちょいこのピョンっていう、なんていうの、ピョンジャパニーズアホ毛ですよね少しその元気感を出すためにですね、あんまりこうなんかまとまってると優等生になりすぎる真面目ボーイですよね。これがですな、つまりあんまりこの羽をなくして、ここら辺を跳ねないと真面目ボーイになっていくんですな真面目、シリアスガイですよだから、ちょっとそのシリアスガイを防ぐためにあんまりヘアスタイルにこだわってないぞみたいなちょっと起きたまま来たぞみたいな感じをね、ウェイクアップナウそうですね、プラスするといいかもしれないね。フィーリングウェイクアップ、っていう感じだ。よし、なんかあれだな、ほっぺの目のラインとか入れるといいのかな。もうこれここら辺ってあれなんだよね。ここら辺の処理にさ、なんかね、ナウが出るので怖いですね。今じゃあ、指の書き方みたいなのもなんかいずれやりましょうね。いろいろなパターンがありますよ、これも。バランス見ながらデジタルだったらね、アンドゥしてやっていくとよろしいんじゃないのかしらね。なんかあれだね、ちょっと正面感を出すためにちょっとこれ開くか。開くとこまでオープンカラー。にして、内側のこれを逆に見せていくみたいなことにすると、内側ですよ。インナー。おぉ。インナーを見せていく。インナーと少年っぽいかもしれない。ジャパニーズはね、なんかね、内側のこれは見せていくのあるよね。これ海外だとあれだよね、下着見せるのおかしいだろ説ってあったりするのかな。そう制服とそこまで一般的じゃない説。そうか、基本的にね、色シャツはカラーシャツはこれ何シャツカラーシャツはですね、禁止なんですよ。禁止はノー禁止とアウトローなんですよね。なんだけど、白ホワイトイズデフォルトなんだけど、あんまりそれだとかっこよくないんで、なんか色ついてたり普通にするか、それはノーリアルだけど、漫画の中では全然ありよねっていう感じ。漫画ではいいよっていうね。で、こんな感じで型を描いて、全然当たりから変わってってるよね。当たりはそんなもんだ。少年ボーイ
でござる。で、まあちょっとだから、まあそんなわけで、まあ少年出来上がったわけなんだけど、まあ大体これでもう OK だろうっていう感じなんだけど、じゃあこれ女の子、ガールズ違い、ディフェレントガールズですよね。は一体何なのかというと、だからこれをですね、じゃあちょっとコピーして女の子にしますか。チェンジガールズするには多分どうすればいいかっていうと、ここら辺を丸くしてあげるだけでもね、ガールズ、ラウンディングですよ。ラウンディング。この辺もラウンディング。丸く、サークル。この辺の眉毛とかも、なんだっけ、アイブロウとかもですね、ちょっと柔らかくにしてあげていくと、どんどん女の子になっていく。男の子違うな。まぶた、アイカバー絶対違うんだよな。ここの二重なんだ、ダブルアイ、をこうして、あとこれだよね。これ入れた瞬間女の子になるね。これはアイプチあ、また聞いたことなかった。そんな言葉があるんだ。ガールはもうちょっと線だ。した方がいいんだ。ナローラインだ。ウィークラインだ。ね。ガール。ちょっとね、してあげよう。みたいな感じで。首も締めたな。キュートがある。何が違うのかと。ボーイ。このフィーリングをキャッチユー。できたよ。以上です。じゃあライトオン。Again here, how to boy。こんな感じだ。他にも多分もっと聞きたいことあるのかもしれないので、もうそれは Listen me。じゃあ See you next week。モニター右下にいいねボタンがあるので Please push。画面下にも赤いレッドボタンあるので Please push me。違った。僕を押してるでしょう。Please ボタンプッシュ。あとファンボックス URL 下あるかもしれない。見て Please see。じゃあまたね。